皆さんこんにちは、プラセボです。タウンホール18リリースまで秒読み段階に入ってきました。新しいクラクラの扉がまた開かれます。今度はどんな環境になるのかワクワクが止まりませんね。新環境になっても今と変わらず全開を目指したいのは私だけじゃないはずです。どんな環境になるとしても避けて通ることのできない呪文、それがこちらのオーバーグローです。施設を25秒間隠してくれるオーバーグロー、ユニットの通る道を作ってくれたり、嫌な施設を隠してくれます。どんなに恐ろしい防衛施設があっても隠してしまえば簡単に通り抜けられるタウンホール17環境で大活躍した呪文です。でもどこにどういうタイミングで打っていいかわからない、そういう方はいらっしゃいませんか？私はすっごく困ってまして、特に今流行っているオーバーグロー2つ式はタイミングを失ってユニットやヒーローが残らず消えてしまうこともしばしばあります。ということで本日はコトラさんがご自身で確立されたルートライダーにオーバーグローを2つ使って全開を取る手順書をじっくりご紹介します。この動画を見終わったらあなたもルートライダーとオーバーグローを2つ使いたくなること間違いなしです。それでは行ってみましょう。まずは編成をご確認ください。ルートライダー、バルキリー、そしてロケットバルーンが入っています。ロイヤルチャンピオンを目的の施設へ進ませるのにとても有効的に働きます。呪文はインビジブル6つ入っています。これはロイヤルチャンピオンでの最初の区画カットに使われます。そしてオーバーグローは2つ。突破兵器はユニットランチャーを使います。そしてヒーローのペットと装備はこちらになります。ルートライダーでの攻略では現状のメタは最初にロイヤルチャンピオンにインビジブルの呪文を使う区画カットが行われ、削りを入れた部分を起点としてルートライダーをスタートさせることになりますが、ルートライダーにヒーラーをスイッチさせてヒットポイントが無限に回復するように横打ちされない細い道を歩かせることが重要となります。そのために適所でオーバーグローを使うことが非常に重要となります。今回ご紹介するアタックは侍で活躍されているコトラさんのものになります。コトラさんがレジェンドリーグ、そしてリーグ戦を攻める上でご自分の中で意識づけている手法を今回は言語化していただきました。題してコトラメソッド。今回はそれを絶賛公開します。それがこちらになります。まずはクラッシュモーターがあるかの確認をします。これはクラッシュモーターがルートライダーにとって最も恐れるべき防衛施設だからです。ロイヤルチャンピオンで序盤に壊すか、もしくは最終地点にします。そして龍炎砲の向きを確認します。2つのうち1つは無効にできるように考えます。無効にするとは背後から壊すか、ロイヤルチャンピオンで序盤に壊すか、オーバーグローを打って長射程での攻撃を受けないようにすることを意味しています。これらの防衛施設の位置を確認後、1つ目のオーバーグローをどこにかけるかを決めます。オーバーグローをかけるのに良い防衛施設はタウンホール、モノリス、龍炎砲、フックタワーとなります。なぜかと言いますと、いずれも長射程が持ち味の施設だからです。オーバーグローは25秒という長い時間施設を隠す呪文です。コトラさんはオーバーグローの効果を最大限生かすために長射程の強みを持つ施設の攻撃をオーバーグローでないものとすることを目指しています。ルートライダーの進む道を作り出す手段はもとより、できる限り長射程での攻撃を受けないようにしてユニットとヒーローのヒットポイントのゲージを減らすことなく最後まで進ませます。1つ目のオーバーグローを打つ位置を決めたら
ロイヤルチャンピオンを出す場所を決めてスタートです。それでは実際のアタックをご覧ください。クラッシュモーター、そして龍炎砲の向きご確認ください。ロイヤルチャンピオンが十字側からスタート、11時ロケバルで防衛施設を削っていきます。そしてさらに11時側インビジブルを打って龍炎砲を1つ壊していきます。でこれで龍炎砲を1つ向こうにできましたね。ここでリターンで回収。クラッシュモーターは壊さずに最終地点に持っていきました。ルートライダーが11時側からスタートしていきます。そして1つ目のオーバーグローをタウンホールにかかるように打っていきました。長射程攻撃のインフェルノ砲の迫撃をかわしながらルートライダー細い道を進んでいきます。ヒーラーもしっかりスイッチしてますね。そして2つ目の龍炎砲を壊していきました。でタウンホール現れましたが、ここにロケットスピア、そしてヒーリングトームですね、打ちながら進んでいきます。そして2つ目のオーバーグロー、クラッシュモーターを隠してその周りをぐるっと進んでいきます。クラッシュモーターがある反対の場所からルートライダーを進め始めて、そしてさらにオーバーグローを使うことによってクラッシュモーターからの被弾を最小限にとどめて進んでいるのがお分かりいただけると思います。まだヒーラーも残っていますね。レイジジェムに乗りながらユニットとヒーローが進んでいきます。残りスーパーバーバリアンでカットして前回お見事です。こちらもクラッシュモーター、そして龍炎砲の向きご確認ください。オーバーグローどこに打ってくるでしょうか。そしてロイヤルチャンピオンどこからスタートするでしょうか。予想しながらご覧ください。さあロイヤルチャンピオン3時側からスタートです。そしてスーパーバーバリアンで1時側の水塔を削っていきます。これはクラッシュモーターにロイヤルチャンピオンを進めようとしていますかね。そうですね。龍炎砲を隠してクラッシュモーターを壊していきます。そしてさらにロイヤルチャンピオンは一時方向に進んで龍炎砲も捉えていきます。これで龍炎砲一つをね向こうにしてロイヤルチャンピオンを回収しました。まずはバルキリーで施設を破壊して迫撃砲前からルートライダースタートしていきます。さらにクイーン、ジャイアントアロー、キングがアイゴレの前から出てきてサイドカットをし、ルートライダーは4時壁奥に入っていきます。そして1つ目のオーバーグロー、タウンホールに打ってきました。長射程のインフェルノ砲から被弾をかわしながら進んでいきます。モノリスはフリーズで固めつつ、トーム、ヒーリングトームですね。ヒーラーもぐんぐん回復していきます。ここでタウンホール現れました。12時側の防衛施設を隠してタウンホールを壊していきます。
でまだユニットヒーローも残って、オーバーグローで隠した施設の周りを回り込んで、そして一気に残りの施設を壊していきます。クラッシュモーターがこちら、龍炎砲の向きはこちらになっています。どこにオーバーグローを打ってくるか、そしてロイヤルチャンピオンはどこからスタートするのか考えながらご覧ください。さあ、ロケットバルーン出てきましたね。そしてロイヤルチャンピオンがロケットバルーンで壊した施設の間からスタートして、防衛施設並んで置いてある場所にクエイクを打ってインビジブルをかけながら進んでいきます。クラッシュモーターを壊してきました。さらにモノリスも壊していきます。ここでリターンで回収。さあ、ルートライダーが12時側からスタートしていきます。ジャイアントアローを放ちサイドカットをして、ルートライダーは中央に進むように、そしてキングが虹側からスタートしていきます。まずは1つ目のオーバーグロー、タウンホールと6時側の龍炎砲を隠していきました。3時側は背後から壊せるのであえて隠さなかったそうです。オーバーグローで隠した施設の間をユニットとヒーローが進んでいきます。そして2つ目のオーバーグロー、今度は6時側の龍炎砲にかけてきました。いかがだったでしょうか。ぜひコトラメソッド試してみてください。で、今回はコトラさんのやり方ご紹介しましたが、他にもいいやり方あるよっていう方いたらぜひ教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。こちらも最後龍炎砲壊してナイス全開です。それでは皆さんさようなら。